現在、世界秩序が非常に不安定な状態にあります。世界中でさまざまなトラブルが発生している中、大切なのは自分たちの今の現在の状況を把握することです。まず経済の観点からですが、サイクルの現在地を知るための判断基準としては、紙幣発行と債務のバランスが持続可能であり健全であるか、債務と債務返済負担が返済のための所得と釣り合い、債務増加が持続可能であるか、貨幣と信用の発行額と実質金利が債権者と債務者の両方にとって適切な水準にあるかです。この本では他の判断基準についても紹介されていますが、今回はこの3点で説明していきたいと思います。まず1点目の貨幣発行と債務のバランスが健全であるかに関しては、結論から申し上げますと健全ではない状態にあります。というのも、コロナ禍において世界中で国債発行が行われ、大規模な量的緩和が実施されました。その結果、債務が膨れ上がっているからです。債務が膨れ上がっている状態でも、その債務が自国通貨建ての通貨の場合、国債を発行することによってその債務に充てることができるという考え方もありますが、その場合国債自体の価値、あるいは自国通貨の価値が下がってしまうリスクがあるというのを認識する必要があります。2つ目の債務返済と所得のバランスについても、私は個人的に非常に危惧しています。その理由としては、今の中国の不動産バブルの崩壊が近いと考えているからです。中国の不動産事業の多くは借金をして不動産に投資をして利益を得るというスキームですが、その借金があったとしても利益がその分増えていれば問題はないのですが、利益が減ってしまい自転車操業のようになってしまう、または利益がなくなってしまい倒産してしまう企業があったり、破産してしまう人がいたり、そのようなことがここ最近増えていることが非常に問題だと考えています。最後に金利に関してですが、ここ最近日本でも金利が 0.25% 引き上げされることが決定しました。金利上昇の影響を受けるのは主に債務者ですが、今まで支払っていたお金よりも多く、金利分多く上乗せして支払う必要があります。国の政策としてはインフレ抑制のため今後金利を引き上げていくのが方針かと思いますので、債務者にとってはかなり厳しい状況が続くと考えています。レイダリオ氏自身も現在のサイクルはサイクルの終盤にあると考えています。歴史を振り返ってみても、巨大債務危機を回避できたのは極めて少数で規律のある国々だけだとダリオ氏は説明していて、今後の経済はかなり先行きが不透明で厳しい状況が続くのではないかと考えています。少し専門的な話が続き難しかった方も多いかと思いますが、基本的な経済の仕組みを理解したい方へ、ぜひ経済の仕組みレイダリオで YouTube 検索してみてください。次に内部秩序に関してですが、こちらに関しても国民の不平不満が蓄積されている状況で、世界中で不安定な状況が続いています。日本だけではなく世界中の人々が国内の政治政策に不満を持つことが増えてきて、移民問題やジェンダー問題とさまざまな議論が世界中で行われています。経済に関しましては貧富の差が広がっていますし、価値観の違いに関しては政治政策に関連するところもございますが、グローバリズムとナショナリズムの対立だったり、宗教の対立だったり、さまざまな対立がここ最近で増えている状況です。外部秩序に関しては国同士の関係性が悪化している状況です。アメリカ対中国、ロシア対ウクライナ、パレスチナ問題等さまざまな問題がありますが、中でもアメリカ対中国に関してダリオ氏は懸念を持っています。ダリオ氏はアメリカと中国の関係を世界の覇権争いと表現するほどです。歴史を振り返ってみると、覇権国家というのは入れ替わっており、ある国は衰退していき、ある国は発展して世界の覇権を握ってきた歴史があります。
アメリカと中国は現時点で物理的に戦争をしているわけではありませんが、ダリオ氏は中国とアメリカのテクノロジー戦争はすでに始まっていると述べています。中国にも BYD、アリババ、それから最近ではディープシーク等の素晴らしい企業があり、覇権を握るべく競い合っているという状況です。自然環境に関してはコロナのようなパンデミックであったり、ロサンゼルスの火災の被害等、いつ何が起きるのかは誰にもわからないので、できる限りの対策を進める必要があります。少し先ほどの話に戻りますが、中国のディープシークという企業が出てきたことによって既存の AI ビジネスの優位性が失われるのではないかと噂されるほどのニュースになっていました。これからディープシークがどのような存在になるかは不明ですが、このように新技術の到来により既存のビジネスが衰退する可能性があることを理解することが大切だと考えています。ここまでの動画の内容ではかなりマイナスの要素が強い内容となってしまいましたが、ダリオ氏としては危機は大きなリスクとチャンスをもたらすと考えています。国々を破壊するだけではなく、人々が進み方を理解し、乗り切り方について正しい規律を持って進むことができれば大きなチャンスにつながると信じています。日本語版は販売されていませんが、もし本にご興味を持っていただいた方は概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひ見てみてください。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。